大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、今の季節にちょうどいいという松の植え替えですね。これはお客様からちょっとお預かりした木なんですけど、松はだいたいこの2月3月が一番植え替えとしてはいい季節ですね。で、この時期にいっぺんに植え替えをしてしまうんですけど、これが未生の五葉松ですね。今日やるのはですね、種から育てた五葉松ですね。もうベストタイミングってことですね。そうですね。地方によっては9月頃されるところとかいろいろやり方もあるみたいですけど、だいたい松の植え替え全般もこの時期が一番ベストということでやっております。で、ただこれから植え替え実際にやる時にもご説明しますけども、松といっても大きく分けて黒松、五葉松あって、五葉松の中にもこういう未生の木と、あとは継御用節っていうんで、節御用って言って土台が黒松で、それに五葉松を継いだやつっていうのがあるんですけど、だいたい大きく分けてその3つで、使う土のブレンドする割合だとか、そういったものも若干変わってきます。どうしても黒松は水をよく吸うので、保水性の高いものを使った方がいいですから、山砂というのを主でやっていくんですけど、こういう未生のやつになると、黒松に比べると若干、水は少なめでいいと。ですから、赤玉を今度は混ぜるんですけど、赤玉の方が割合としては多くなってきます。で、節御用、継御用になると根は黒松ですので、上は五葉松ですけど、だから黒松のように植えてしまうと水をゴンゴン吸い上げてしまいますので、上の方はちょっとその水を持て余すと。だから、かといって上に合わせてしまうと下の根がちょっと水が足りないと。だからかける水の量っていうのももちろん変えてもいいんですけど、なかなかお客さんなんかそこまでできないので、配分するその土ですね、山砂と、赤玉とで今日やりますけど、その配分の量を変えることによってですね、同じようにかけても保水性の違いが出てきて、いい具合にいくというような形でうちではやっております。今日は未生ですので、黒松ほど水がいらないやり方で植え替えをしていきます。赤玉主体ということですね。はい。じゃあお願いします。はい。じゃあ実際ちょっとやっていきましょうかね。これちょっと、だいぶ何年も植え替えをしてなくてちょっと持ち崩してるやつなんですけどね。まず先にちょっとこういうとこの枯れたところ少しちょっと取っていきますね。この辺ももう昔は枝があったところですけどね。こういうのも完全に取ってしまうんじゃなくて、ちょっと少し残しておきます。ちょっとこう残ってる方がですね、先々針金をかけて引っ張るときにちょっと引っ掛けに使ったりとかいうふうにしますので、完全にこう根元から切ってしまうとですね、そこはちょっと傷が残りますので、その傷がこれはいずれポロッと取れますから、そうするとあまり傷が目立たなくなると。だからあえてこういうふうにちょっと残した状態でやっていきます。でどういうふうにこう、つけてあるかなんですが、これの場合は、針金でこう縛ったままになってますね。今止めてあった針金をちょっと外したんですけど、でお客様の、ご希望で同じ鉢に戻してほしいということなので、どうも8年ぐらいほったらかしてたそうなのでだいぶ根がパンパンでとは思うんですけどね。8年ぐらい植え替えしないってことは、
はい、もう水もスーって抜けない感じになって、そうですね、もう抜けないですね、ここまでもうがっつりいってしまうとですね。さあ抜けるでしょうか。こんな状態ですね今。もうパンパンですね。ちょっと鉢を洗っていきますね。はい、そしたらですね、まず鉢のちょっと準備をしますね。で、こういった鉢底網ですね、こういうのをちょっと先にこう穴の大きさに合わせてこう切ったやつですね。見えるかな、こんな感じで、これを針金で押さえていくんですけど、針金穴がこれの場合はですね、針金を通す穴がご丁寧にこういうところにありますので、ここを使ってちょっとやっていきますね。でこの針金をこう通す針金じゃない、この網を固定するのにはですね、これまたアルミの針金を使うんですが、やり方はいろいろです。ただの U 字にする人と、メガネ言うて、こういうのをですね、こんなやってこんな感じでですね、こうやってこういうふうにですね、見えますかね。こういうのでこう止めるっていう方もいらっしゃるんですけど、あんまりこれ形にはこだわらなくて、もう普通にU 字でも何でもいいんですけど、こういう形のですね、はい、こういうので止めてもらっても全然大丈夫です。要は網が動かないように固定するだけですので、これが全部で5箇所穴がありますので、今4つですね。これも使いましょうかね。さっきの U 字型に切ったやつですね、これを裏で曲げてあげて網を止めるというやり方ですね。要は網がずれたりしなければいいのでですね、こうしなきゃいけないというわけではないのでですね、見ましたかね、今4箇所つけたんですけどね。で最後の1個、さっきこれ作ったやつですね。せっかくですからこれも使っていきます。はい、でこういう形でちょっと今水抜きの穴につける鉢底ですね。で、実際に今度は木を固定するためのやつ、今日は木もそんなに重い木じゃないのでですね、これは 1.5 ミリですね。 1.5 ミリのアルミ線ですね。
こういう針金を通す穴がついてる鉢は非常にやりやすいですね。この穴のついてないやつになると今度は針金を今度は固定するやり方っていうのが出てくるので、またおいおいその時にでもお話はしますが、こういうふうにですね、今木を固定するための針金ですね。はい、でこれに土を今度は入れるための準備をしていきますので、まずちょっと水はけがいいようにこういうボラですね、こういうちょっと、粒の大きめのやつ、これは穴の周りに入れていくんですが、まあ、それこそあんまり深く入れなくても一段あれば十分ですかね。ボラでこう平らになるぐらい。そうですね。でまあちょっと大きいのばっかりでもあれなのでですね、気持ちこういうちょっと小さめのやつ、こういうのも少し、まあこれもボラですので水はけを良くするやつですから、まあ全体にこの大きいのがまたずれないようにですね。はい、で、そこに今度は植えるための土を入れていくんですが、これで今からちょっと入れていきますね。まあだいたい赤玉、前回の時にもちょっとお見せしましたが、赤玉ですね。赤玉日本製のこれは小粒ですね。大体今5杯近く入れましたですけど、これに山砂ですね、ふるって細く粉を除いたやつですね。これをまあ未将棋ですので、赤玉を主体にしていきますので、まあ2割入るかどうかってとこでしょうかね。このぐらい混ぜていきます。はい、でこれを今から植えるための準備でですね、まあ今から根をちょっとさばいてみてどういうような状態かが分かりませんので、まあこのぐらい入れたところでちょっと押さえておきますね。はい、じゃあ実際に今からちょっと、根を見ていきますので、これは押さえてた針金ですね。随分このすみれが入ってて、これの根がなかなかちょっと取れないんですね。花が咲いて可愛いんですけど、すみれがはい、これがまあ勝手に飛び込んだりとかですねして根がもう下にずっと入りますので、なかなかこれを取り切ることって難しいんですけど、おばさんは一本詰めの方が使いやすいって言いでましたよす。ね。私はこれのが好きですね。まあ結構2本詰め3本詰め
人によって使いやすいのがあるでしょうから、まあどれがいけないというわけじゃないんですけど、まあ個人的にはこの一本爪がまあ使いやすい。昔からあったとは思うんですけどね、私も子供の頃当てが割れたやつは3本爪でしたですね。根がどうなってるんですか？もっと想像してたのはパンパンだかなと思ったんですけど、まあ意外とそうでもなく。まあ、まだもっと取っていくんですけどね、だいたいここいらでお客さんなんかで見てらっしゃると、こんなに取っていいもんなのっていう質問が結構あるんですけど、まあ、この時期だからこういう取り方ができるというのもありますね。取りすぎとかあるんですか？もちろんあります。ある。はい。もちろんあるんですけど、まあこの時期は結構ですね、だいたいまあ3分の1とかって言いますけど、場合によっては半分とかですね、取ることもやっぱあるんですけどね。実際3分の1だとここまで下の方の根は出せないですね。これ何年も放置しても、はい、植え替えすれば大丈夫？まあだからその放置してる間にどれだけダメージを受けてるかですからね。まあ、木によってってことですね。まあでも植え替えをしてあげれば根がこう動きやすくなりますからね、まあ、そういった面ではまた、元気を取り戻してくれるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ時期を間違えたりするとですね、かえってそのとどめを刺すということも可能性としてはありますけどね。出てきますね、いっぱいこう白い根がですね。結構取りましたですね。
長く伸びた根を切るって感じでいいんですか？まあ今土をどかして出てきた余分な根ですね、でまあ今度はこれを切ることによって今度は新しい根がこれから春動いてきますからね、と根が当然動けば木も元気になってくると。割合結構がっつりいっちゃうでしょ。いっちゃいますね。大丈夫ですか？まあこれで枯れるからしたことはないですね。ともこういうちょっといらないのもありますのでね。こんくらいになっちゃいましたね。ちっちゃくなったですよね。ちっちゃくなったですね。まあでもそうしないと今度は鉢に入らないのでですね、先ほどここから抜いた状態でまた入れよう言っても今度は入らないのでですね、今までこう抑えられてた根が若干こう膨らみますのでね、でほぐした時点でまた入れよう言っても根を切らないとここに収まらないので、という感じですね。でしっかり座りがいいように裂いていきます。なるべくならこの押さえた針金が植え込んだ時に見えない方が見た目はいいですね。根の下を通したりとかしながらですね、ちょっと隠してあげるといいと思いますけどね。これ大体2本で止まるもんですか？針金を。大きさによっては1本で止める場合もありますし、で大概のやつはこの2本で、あとは針金の太さとかですね、木が大きくなれば当然あまり細い針金じゃ持たないので、これの場合はこれで十分抑えは効くと思いますけどね。で先ほどちょっとこうブレンドした土がありますけど、これを周りにこう入れていきます。つつき棒。つつき棒。これは竹の棒ですね。で下の方にしっかり土が入り込むようにですね。でこれをやることによってこの木も安定してきますので。今無言でしたね。結構このつく作業がですね、意外と大変なんですけどね。
こんな感じですね。で植え替えが終わった後ですね、こういうふうに水をよくかけて、下から茶色い水が出るんですが、もうそれがなくなるぐらいまでですね、透明な水になるまである程度土はふるってありますので、そんなにまでたくさんは出ないんですけど、植え替えて最初1回目はですね、こういうふうに茶色い水が透明になるまでしっかりかけていただきます。こんな感じですね。今日はこういう五葉松未生五葉の植え替えというのをやったんですけども、肥料は他のものと同じで、植え替えをした時なんかはですね、だいたい2週間から3週間間を空けて、こういうのは玉肥、こういう油かすの玉のやつですね、大玉のやつやっていくんですが、五葉松なんであんまり春はそんなにたくさんやる必要はないんですけど、これでそうですね、大玉5、6個並べればいいでしょうか。秋はその倍ぐらいやるようなつもりでですね、やってもらったらいいと思うんですけど、はい。今日は苔は植えないんですね。本来あんまり、あ、そうなんですか。はい、どっちかという植え替えた時はですね、どっかに展示するとか、そういう時は苔をつけたりするんですけど、でこの間のはちょっと楓で鉢が薄かったので、どうしてもかけてるうちに泥が飛んでしまうのでですね、泥止めの意味もあってああやって苔を張ったんですけど、今回はホースから直接バッとやれば泥飛びますけど、そうでなければそう泥が飛ぶもんでもないですから、苔はあとはもう自然に出てきますのでね、また苔はですね、苔は今回は張らないんですけど、あとちょっと乾いてからですね、こういう切ったところは、切り口のちょっとボンドを塗ったりはしますけど、植え替えとしては、一応これで完成という形になりますね。はい、今日はですね、宮崎神宮の植木市会場の方でちょっとやってるんですけども、まだ今月31日までですね、植木市やっております。で、70回記念ということで、大抽選会みたいなのもやっておりますので、ぜひおいでくださればと思いますが、で盆栽のことでわからないことがあればですね、この YouTube の方に問い合わせていただいてもいいですし、直接、来ていただければですね、植え替えの仕方だとかそういったのの、ご相談も受けますし、今ここ辺にもいっぱい並んでるんですけど、これはお客様持ってみた植え替えですね、こういったものも随時やってますので、来られた時にもこういう植え替えをやってればちょっとご覧になってると、また植え替えのコツとかですね、そんなのも分かると思いますので、ぜひおいでください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。